こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回は勤務間インターバルについて詳しく見ていきたいと思います。日本では今現状導入の努力義務という形になっておりますけれど、勤務間インターバル制度、海外ではもう当たり前の制度となっています。そしてこの勤務間インターバル制度ですけれど、政府の導入目標は 15% という形になっています。勤務間インターバル、まだ知らない方も意外と多くいらっしゃる。そして勤務間インターバルに対して否定的な経営者も非常に多いというのも肌で感じております。今回はこの勤務間インターバルについて少し掘り下げていきたいと思います。今回の概要ですけれど、勤務間インターバルなんですけれど、最近非常にパワーハラスメント、パワハラとの関係性が着目されて注目を浴びているのが勤務間インターバルとなっております。パワーハラスメントの現状と原因について見ていきたいと思います。そしてその上で勤務間インターバル制度の定義と制度の導入率、今現状どのくらいなのか、そして勤務間インターバル制度のメリット、デメリットについて見ていきます。勤務間インターバル制度を導入する際に気をつけなければいけないポイント、そして最後に注意点とまとめという形になります。まずはパワーハラスメント、パワハラの現状と原因について見ていきたいと思います。もちろんですね、パワハラ防止法によってパワーハラスメントは防止が義務付けられていますけれど、それにもかかわらずパワハラの相談件数というのは年々増えてきているという状況になっております。そして、全世界37カ国中、日本はパワーハラスメントの多さは4位、G7 の中では最悪ということで、パワハラ天国の日本と言っても過言ではないかと思います。このパワハラの原因ですけれど、一般的には社内コミュニケーションの減少、特にですね、新型コロナウイルス感染症が流行してテレワーク等が普及した中でコミュニケーションが一層減少しているといった状況、さらにですね、現代ストレス社会の影響という形で賃上げのストレス、物価高のストレス、円安のストレスといったところが出てくるかと思います。こういったところがハラスメントですねの原因になっていると言います。では、こういった原因ですね、特にどうやってパワハラが起きるのかというと、最近の実証研究の中では睡眠時間が少ないとパワハラ、セクハラの引き金になる。そして睡眠時間が少ないと怪我のリスクが増えるという実証結果が出てきております。日本はですね、日本人の睡眠時間33カ国中最も短いと言われておりまして、やはり睡眠時間の短さがですね、パワハラですね、セクハラなどの引き金になっているというふうに最近はよく言われるようになってきました。そんな中でですね、睡眠時間を確保することによってそういったハラスメントの防止にも役立つのではないかということで、最近は勤務間インターバル制度というのが見直しになっております。勤務間インターバル制度、労働時間等設定改善法が改正になりまして、2019年、令和元年から努力義務になっています。前日の就業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保するといったものになります。この休息に関しては休息時間といったりインターバル時間といったりしますけれど、この勤務間インターバル制度導入割合については2022年では 5.8%、 2023年は 6% とほぼ変わっていないという状況になっています。そしてですね、この勤務間インターバル制度の導入目標ですけれど、2025年政府は 15% という形になっておりまして、ほぼ達成が困難な状況ではないかというふうに思います。さらにですね、
この勤務間インターバル制度、認知度も8割未満ということで、2割以上の人が勤務間インターバル制度のことを知らないという形になっておりまして、合わせて政府は2025年までに勤務間インターバルの認知度を 5% 未満、知っている人が 95% 以上という目標も掲げているぐらい、少しまだ周知がされていない制度という形になっています。そしてこの勤務間インターバル制度では、この制度を入れることによってどういったメリットデメリットがあるのかですけれど、まずはメリットですけれど、こちらはもう実証研究出ていますけれど、11時間未満のインターバルの場合、翌月の病気休暇の日数に影響するというふうになっておりますので、休みがち、体調不良がちで休むという従業員が多い会社の場合はですね、勤務間インターバル制度を導入することによって欠勤が減るかもしれません。また、勤務間インターバル制度を導入することによって従業員の確保定着ということですね。この制度自体が確保定着に資するわけではありませんけれど、導入によっていろいろ見直しをします。そういった形になって働きやすい職場づくりに貢献しますので、その結果として人材の確保定着に資する。そして生産性の向上。もちろんですね、インターバル制度自体が生産性向上になるわけではなく、導入によっていろいろ見直し改善をすることで生産性が上がっていくというふうに言われております。一方でデメリットというのももちろんあります。残業の多い会社でインターバル制度をそのまま導入してしまうと、結果として持ち帰り残業、隠れ残業といったところが増えてくる可能性がありますので、制度導入の本来の意味とは逆行してしまう可能性がある。また手間とコスト、もちろん新しい制度の導入になりますので、制度に関しての理解ですとか周知、そしてその上で休息時間のカウントをしなければいけませんので、そのための管理も必要になってくる。またさらにですね、人材派遣業を営んでいる会社においてはですね、自社に導入しても意味がなく、派遣先の会社で勤務間インターバルを導入していなければいけないので、少し自社で勤務間インターバルを導入しても効果がいまいち上がらないというケースが出てくるかもしれません。そしてでは勤務間インターバル制度導入をしていこうとなった場合にどういったところに気をつければいいのかですけれど、導入のポイントですね。まず導入運用にあたって多くの会社ではですね、一斉にスタートする会社が多いんですけれど、まずは一部の部署部門からですね、導入運用をしてテストをしてほしいと思います。全社で一斉にやってしまうとかなり混乱をして作業負担も増えてきますので、まずはテスト導入といった形で進めていってほしいと思います。また勤務間インターバルですね、一定の休息時間を確保する制度になりますけれど、やはり現実問題としては重大なクレーム、災害等が出てくる可能性もありますので、そういった現実に即して適用除外のケースというのも考えておいてほしいと思います。もちろんですね、勤務間インターバル適用除外の場合は、そのフォローの措置として事後の健康確保措置というのも講じておいてほしいと思います。そして3つ目として例外的対応の検討、どうしても勤務間インターバルが取れなかった場合の対応ですね。方法としては2つありますけれど、インターバル時間と翌日の所定労働時間の重複部分というのを働いたとみなすという取り扱い、もしくは翌日の勤務開始時刻を繰り下げるという対応、いずれかを取るのかを考えておく必要があります。そして最後に注意点とまとめですね。勤務間インターバル制度、今現状は導入の努力義務ではあります。義務化された場合、助成金というのはなかなかなくなってくるという、今の努力義務のうちに助成金を活用して導入をしてほしいと思います。働き方改革推進助成金の勤務間インターバルコースというのがあります。最大60万円で加算の措置もありますので、この助成金を活用することで就業規則の作成やソフトウェアの導入をしてほしいと思います。
2025年、まだ始まっていませんけれど、2025年度も継続される見込みではあります。また、勤務間インターバル制度導入をした場合、就業規則、そして労働条件通知書も合わせて改正をしてほしいと思います。制度の導入にあたって、周知のための取り組みも非常に重要になっています。勤務間インターバル制度、よく聞くのが意味がないよという、うちは残業ないから必要ないよという会社が多いんですけれど、この勤務間インターバル制度だけではないんですけれど、何か新しい制度を導入する取り組みをすることによって、意識の改革、業務の洗い出しができますので、そちらが非常に重要。こういった新しい制度導入をきっかけに、組織の改革への取り組みというのを進めていってほしいと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。